ララジオが初めての陽介くんは、たくさん経験値を積んだ健太兄ちゃんこと、番組冒頭の掛け声を母音だけで教えてくれる母音母音兄ちゃんのもとを訪れて、今日も掛け声を教えてもらうのでした。母音母音兄ちゃん。いやー、1週間疲れたな。すっかり正月気分も抜けたな。なんかくっさおちょ兄ちゃん、いや昼間からそんな糸引いてネバネバして何してんのそれ。お前ネバネバ糸引いてる。違うよお前やらしいことじゃねえぞじゃあそんなことしてねえよ。なんだよこれ。じゃあネバネバなんだ。お前これ納豆だよ納豆普通かよ。お前納豆食べようと思ってかき混ぜたら、思いのほかネバネバしてきてな楽しくなっちまった気づいたらこれだよ。すごいね。とりあえずもうネバネバが体中に早く助けろよお前。分かったいくよ。せーの。うわ助かった、ありがとな。いいよ。じゃあ代わりに今日も掛け声を教えてよ。なんか気分いいからな、今日はお前長めだ。気分いいから行くぞ、今日の掛け声はこれだ。あおあいおいえ、えいういえうおいん、うあいおいああいあおあいおいえ、えいういえうおいん、うあいおいああいわかったか。これで番組を勢いよく始められるはずだ。陽介頑張ってな。陽介さん、まもなくです。お前もう番組始まるんじゃねえか。3秒以内にさっき教えた掛け声、叫ぶんだ。納豆かき混ぜて思いのほか粘ってきたら韓国のりを入れ、美味しい TKG の出来上がり。マサラカスパイヤマサラカそれ飲みすぎいや飲んでないんだよ。スパイヤマサラカスパイヤのマサラカ。こんばんは。時刻は深夜1時を回りました。スパイボーカル陽介とドラムの健太です。この時間からは僕の出身地である福岡から日本中世界中に発信していく番組スパイのバサラカをお送りしていきます。はい、長いって言おうと思ったけどなんかこういい文章だったね確かにって思った。それは確かに。ただ、これは分かんないと思う。分かんなきゃない。納豆味として成立してる商品、うまい棒しかない。納豆味。そう、納豆味の商品として出してるもので成立してるのはうまい棒しかないよねっていうスタッフの独断と偏見です俺の意見じゃないです。うまい棒納豆味あった？美味しいよ。知らないよ。美味しいということで、1月10日が糸引き納豆の日らしいです。なるほど。糸を引くの語呂合わせにちなんで、全国納豆協同組合連合会が制定しました。毎年全国各地では納豆混ぜ混ぜ選手権、納豆のびのび選手権という大会が開かれ、1分間で納豆を何回混ぜれるか、納豆のネバネバをどこまで伸ばせるかというのを競っています。大会にはゆるキャラのメバールくんなども登場して大変盛り上がるそうです。知らなかったわそれは。糸ね、糸。ちなみに僕あれですね、年末年始で実家に帰ったんですけど、実家の地域で作ってる納豆っていうのがあって、激うまなんですよ。ああいう房に入ってる。そうまあ房ではないんだけど、もうちゃんと商品としてちゃんとスーパーとか並んでる納豆で、ただめちゃくちゃうまくて、それは毎年食べるのを僕は楽しみにしてますね。だから今年も食べました。買ってきてよなんかさ納豆でいいのってなるじゃん。納豆だって俺でも納豆毎日食うよ。でもね、スーパーで売り切れて買えないことがあるぐらい人気なんだよ。そうスーパー行ってすぐ買える商品でもなくて、たまたま行ってみたいな。お高い。ちょっとね、ちょっと高い。1パックでいくらなんだろう、買ってないから分かんないけど、母親が買っといてくれるから、それを好きだから。百何十円でも高いからね、納豆。そうね。いやでももっとすると思った。マジ高級だね。高級納豆。
好きな食べ方あったりしますか？僕ねこれねこれも毎年うん年末年始にう両親と行く焼き鳥屋があってはいはい絶対に行くそこで出てくる海苔に納豆を乗せてはいはいキムチを乗せて巻いて食べるっていうあー激うまもう外れがないもんねそれ。ないただそのうん実家の地域で作ってる納豆で食うともうその味が違うわけよ。あなんか家そうなんだで普通の納豆でやってもまあこの味よねみたいな感じなんだけど俺激うま。もだからあれだよね、納豆にキムチ入れる、うんだから付属のタレを俺は使わないんだよ。納豆かびてるの見たことある？白くなってるのそうそうそう食べたことあるよ。いや俺もあるめっちゃまずいよね。なんかわかるそうだから納豆は意外となんか腐ってるから火持つでしょみたいな。いけないよね。そうあれはね意外とすぐかびる。だから、う前もさ俺言われたじゃん、ジャリってするの食ってるって、ももうやめたもんダメです。ということでお便りもいただいてますよ、おありがとうございます。ラジオネーム猫股になりたいさん、はいありがとうございますよすけくんけんたさん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます今年もよろしくお願いします。お二人はお正月におみくじ引きましたか？私は2日に華厳神社で招き猫のおみくじを買って大吉が出ました。うわすごい。招き猫さんが可愛いので枕元に飾ってます、うん昨年もいい年でしたが今年もいい年になるように、スパイアさんにもいいことがいっぱい訪れる大吉パワーを込めて祈ってます。ありがとうございます。おみくじ引きましたか？引きましたよ。何でした？小吉でした小吉ってどこねこれさ俺あんまり分かってないのよ。大吉が一番上でしょ。大吉、中吉、じゃあ大吉吉でしょ。あ、そうなの？そうだよね確か。何寿司屋のトロみたいなもん？違うの？大吉吉中吉小吉末吉じゃないの？違うの？合ってる合ってるほらほらほら。でも、さあ一個思うんだけど、俺中吉だったのね、おみくじ。はいはいはい一個思うんだけど、うん初詣の人がいっぱいいるタイミングで、うん今日とかうん入れてないよね。いや俺出たことあるよ。マジ？ある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 。マジで？その大凶みたいなの引いたことないけどうん今日はあるよ。大凶とか存在しないと俺思ってる。正月に大凶神社に内説を唱えたいいやあるでしょあるでしょ。でもあれ考え方じゃん。もう大吉ってさもう伸びしろがないじゃん正直。俺。まあまあ上がないってことでしょ。うんでもやっぱそれより下ってさ一段階上に上がれるっていう意味ではいいとされてるからやっぱ今日だと今引いた時が自分の一番最高値じゃん要は言うたら今だからそれをこうより高みにいけるっていう意味で今日はいいっていうね。ああまあ下がもう下がないもう大凶しかないの。いやそう大凶はないと思う大凶絶対ないよね。置いてない。まあまあ、ないと思うんだよなでも今日って最近見ないの確かにね見ない。ちょっと10年前ぐらいはなんか俺結構引いた気がするんだよね。あそう。でもなんかあれかもコンプラの関係で見てないのかもしれない神様もコンプラを気にしてる。記念した可能性あります。番組では皆さんからのメッセージまだまだお待ちしています。メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm福岡 .jp basaraka@fm福岡 .jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストしてください。それではスパイアのバサラカこの後深夜1時30分までお付き合いよろしくお願いします。はいスパイアのバサラカ。お送りした曲はスパイアでチェイス・ザ・シャインでした。それではこちらのコーナーに参りましょう。友達のチリンなんだチリンこのコーナーは皆さんの周りにいる友達から聞いたことを送ってもらうコーナーです。僕らは決してあんたの話でしょなんてことは言いません、はいぜひ友達から聞いた恥ずかしい話を教えてください。ということで今週も皆さんの友達から聞いた恥ずかしい話届いております。はいお願いします。ラジオネームのんちゃん8187さん、はいありがとうございますケンタさんやすきさんこんばんはこんばんは。私の友達から聞いた話を聞いてください、はいはい以前彼氏を山に置いてきた人の話がありまありましがしたたね。私の友達は、うん山に置き去りにされたそうです置いてかれた側だ。当時付き合っていた彼氏と友達の結婚式でうん高原のチャペルへ行った帰り、うん喧嘩になり山に置き去りにされてしまいました、はいはい幸い参列していた他の友達に乗せてもらって帰ることができましたが、その車中の気まずいことといったらもう針のむしろ、でしょうね。しかも2ヶ月後に当人同士の結婚を控えていたため、
あわや破局かと周りもヒヤヒヤした事件となってしまいました、はい当時彼氏は21歳、うん彼女は25歳、はい彼女は若くて短気彼ね彼彼はうん若くて短気なところがあるので、うん彼女はぐっとこらえて責めずに、本人が反省するのを待ったそうです、偉いお無事仲直りして結婚、うん未だ離婚せず頑張っているそうですが、うん思い出したらめちゃくちゃ腹が立ってきたので日々の生活の中で少しずつ復讐をしてやろうと考えているそうです、山に置き去りにされたかわいそうな私の友達の話でした、はい彼氏も彼女も喧嘩したとしても山に置き去りにせず我慢してできるだけ最寄りの駅まで送ってあげましょうと私は思います違う置いてっちゃダメだねそもそもいや多いね偉いやあるんだねあるんだねこんな話ね山に置いてかれるってこれどういう気分で当人は置いてくんだろうしかも俺絶対無理だわ降ろされた方が彼女かそうで25でも彼氏その時の21歳でさその時のそのうんお友達は25歳でしょ、うん25歳だって若いじゃん若いよそれなのにちゃんとさ結婚を決めた相手だからってグッとこらえたっていうのは本当に偉い、覚悟決まってるねうん、決まってる決まってるじゃあもう復讐をするのはもうだいぶちっちゃく聞こえるから、うんこれやめた方がいい気がするよね何もしないが最大の復讐になる可能性あるからね、まあね、うん、ずっとモヤモヤさせるっていう本人を、いやでも忘れてそうだよねいや忘れてないって山に置き去りにしたことは、そうかなうん、絶対笑い話もしてるでしょどっかでうんうんそれをこう笑いもせずうんその話になった時にうんうんそうね何もしないっていうねあ心の内を読ませないっていうのはね一番こうどうしようどうしよう彼に対してはい旦那としては辛いんじゃないですかいやーなかなかこれもいやすごいパンチの効いたお便りうんですねありがとうございまありがとうごすざいます続いてはい中椎さん、はい友達はもう6年ぐらい同じ曲をスマホの目覚ましアラームに設定していますうんそれはバーンアウトシンドロームのグッドモーニングワールドです、うんそんな友達が一人で旅行に出かけている時ホテルの朝食会場でテーブルにスマホを置いてバイキングを取りに行っているとこはいはいろ、突然おはよう世界グッドモーニングワールドと聞き覚えのある曲が大音量で流れてきましたあそう日頃の目覚ましの設定をそのままアラームを切り忘れていたのです、手元にスマホを持っていればすぐにオハぐらいの、気持ちで止めれたでしょうがスマホは遠く離れたテーブルの上しっかりワンフレーズ流し切ってしまいましたアラームは鳴っているし手はバイキングのトレイで塞がっているしで焦りまくっている友達の話でしたこれやだねいやでも俺見かけるよたまにいるよね、うんあと電車の中とか、ね目覚ましやってるなーってなってんなって人いるよねでもなんか別にそんねなね周りはねうんなんとも思ってないよすごい卑猥なことを叫んでるアラームとかだったら気になるけどちょっとねうんなんか別にねなんか音が鳴ってんなぐらいだからそんなにね恥ずかしがることはない気がするねうんこれは、まあでも日頃の目覚まし設定そのままっていうのは偉いねあでも俺もだよえ俺もずっと、同じ時間に起きてる毎日そこで鳴るようにしてるあそうそうで俺基本的に音が鳴るものって慣れちゃうのよ、自分がああ言ってたねそうどんな音でもそうだ振動だけがそう変速バイブ無音着信の変速バイブあれも最高に起きれる、面白いですねはいということでこんな感じで皆さんが友達から聞いた話を教えてください、僕らは決してあんたの話でしょなんてことは言いません、はいぜひ友達が言っていた恥ずかしい話教えてくだおさい願いします、皆さんが友達から聞いた話お待ちしております、はいそれでは今日はラジオネーム中椎さんの友達の話からこちら選曲しましたオアシスでモーニンググローリースパイエアのマサラカお送りした曲はオアシスでモーニンググローリーでした。陽介健太のお悩み相談。この時間からはリスナーの皆さんから送られてきたお悩みに答える陽介健太のお悩み相談です。今週もたくさんお悩み届いてます。ありがとうございます。ラジオネーム太郎太郎さん、はい、ありがとうございます。陽介くん健太さんこんにちは。こんにちは。ある悩みで悩み疲れましたその悩みっていうのが深夜人通りの少ない道を歩いている時に、うん前に女性が歩いてて、うん女性の進む方が僕も目的の方向っていう時、はい。いかに自分は怪しいやつじゃないですと振る舞うかにうん。悩んでます。なあまだしね。変にストーカーみたいに思われるのも嫌だし、うん。かといって遠回りするのも疲れるし、うん2人はこういう時どうしてますか？いやでもこれはね全男性が思ってんじゃない？あるけど、うん。あるけど俺は別にそのまま行っちゃうな。
だって別に何もしてないし、何もしてないけどさ、うんじゃあ歩幅歩くスピードうんが同じぐらいだった時どうするの？そのさパッて気づいた時にちょうど女性が後ろに疲れたら怖いだろうなっていうパーソナルスペースあるじゃん、距離、そうね。その距離にビタッてくっついちゃった時、だから真後ろに行かないようにしてる。まあまあそうだろうね。そう、うん、だから抜けそううなんスピードだったら抜いちゃう、はい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 でも明らかにもうちょっともう遠くて向こうも速いみたいになったら、真後ろは避けてギリ見える、うんその斜めのとこはいに入るようにするぐらいかな、じゃあ道が細くてうん、どうしても真後ろじゃないといけないみたいはいはいはな、い、なんかこう、ね、家と家の間の細い道路を路地を通らなきゃいけない、そこに、横に置いてある自転車がいっぱいある、ね、細いはいはで前からも人が来てる、い、うんこれ追い越しできない、真後ろにつくしかない、どうしますか？真後ろにつく、そうなんだ。でも、うんやっぱそういう女性の警戒心はうんやっぱ持ってた方がいいじゃん、まあもちろんもちろん、だから、別に警戒されていいと思う、うん警戒されて何もなかったよかった、はいはいで終わればいい。はいはいはいだから変に怪しいやつじゃないですってする方が怪しいよ。俺でもね俺するよ怪しいやつじゃないです、やるで多分怪しくないですって言いながら歩く。いや電話かけてるふりするそっちの方が怖いよ。いや多分分かってないと思うけど陽介は逆に分かると思うんだけど、俺なんだっけな自分の体の大きさを自分って理解してないのよでかいやつって、そもそもだからさなんか俺も理解してないわけ自分がどのぐらいの距離に入ると人って怖いって思うみたいな、でそれ気づいたのが俺なんかツアー車かなんかで、ユージとかもみけんとどうしてもこう横に入んなきゃいけないみたいな、座らなきゃいけないみたいな時があって、その時にもみけんだったかな俺がまあボンって座って、バーって喋ってたらほんと健太ってでかくて邪魔だよねって言われてあやっぱなんだろう俺ぐらいの身長と体格になると横に座ったもみけんとかも160ちょっとじゃん、そうね、ぐらいの人からすると、でかいって感じるんだなっていう、っていうのを俺聞いてから、特に女の人とかさ、もう俺なんかがさ、真後ろピタってついたら怖いね。多分このさ視野の余白で見た時にさ多分めっちゃでっかく見えるじゃん多分、いや怖いだろうなと思って、まあね、いやだから一言なんかさ今だったらイヤホンしてさ、普通に電話してる人もいるじゃん、でそう俺今から帰るねみたいなこと言って一言言って抜いてくなるほどねそしたらその自分には関係ない人が後ろにいるって思うじゃん、でさらにその電話をする相手がいる、そして目的地に向かっている、だけでもやっぱ女性だったら安心するんじゃん、自分に被害はないっていう、っていうのはこう気遣いとしてやってあげるね、俺はいいんじゃない、その健太のその電話してるふり一言ね目的地が自分にはありますよアピールね、でも急に今から帰るよは、まあもしもしみたいなね、みたいなねからね導入からそう導入からちゃんとやった方がいいと思うな、いいんじゃないですか。はい、続いてラジオネームほなおさん。健太さん陽介さんこんばんは。私は春から大学生なのですが、もともとはやりたいことがあって進学を目指したはずなのに、いつの間にか目的を見失ってしまい、このままでいいのかわからなくなってしまいました。特別優秀な大学に行くわけでもなくて、就きたい仕事もありません、最近は毎日不安や悩みと葛藤しています、お二人には学生時代もしくは大人になってからこんな経験はありましたか、また解決法などありましたらぜひ教えていただきたいです、ちなみに私が何とか絞り出した解決法はとりあえずスパイアの曲を流して3点倒立することです、効果はない、3点倒立も成功しませんでしたどうなんだろう。でももうこれ悩み上げてるじゃんもうでも俺なんかこれまあ多分最後の 2行は3点倒立のところはボケで言ってくれたと思うんだけど、俺これでいいと思ってんだけどね。そうとりあえずやって、これ3点倒立成功しないし、スパイアの曲を流しても効果はないということが分かったわけじゃん、一歩前進じゃんそれ、だからなんかやりたいことがないんだったらとりあえず今は大学卒業すればいいじゃんみたいな、それがなんか後々多分何かの糧になる時があるし、そこで出会った誰かと何かするのかもしれないし、で自分の経験を多分ポジティブに考える、今めちゃくちゃ多分
なんかマイナスな思考に陥ってるから、いやなんかね、いやわかるよ。大学とかってやっぱそのなんていうこういう穂尾さんみたいな人がいっぱいいるし、もちろん、でもやっぱり目立つのって、もう卒業した後のビジョンが見えてて、もう在学中からいろいろ動いててみたいな、でこう将来のビジョンがちゃんとあってみたいな方が目立つから、より不安になっていってると思うし、多分自分も多分今の状況嫌だと思う、だったら俺はなんかとりあえずそういう風になってんのは今そういう日常だから、その日常をまず変える。まあそうね。でもそうだよね。だからまあ難しいとは思うけど、なんかちょっとこう旅に出る、旅に出ていろんな人を見る、大学内のそういう日常だけじゃ、絶対そのやりたい仕事も限界があるし、まあね、ちっちゃいコミュニティだからね、言うても、限界があるし、やりたいこともね、そうやってその限定的になるわけ、いわゆるその大学って、やっぱオールラウンド社会人になるための一歩前段階でもあるし、いわゆる最後の学生生活の場でもあるから、なんかなんていうんだろうな、まあ悪く言えば中途半端な立ち位置だよね。そうだね、子供でもあるし大人でもあるっていう。だから子供であるがゆえに大人がより大人に見えるし、大人でありすぎると今度逆に自分はこのまま子供を終えてしまうのかとかいうのもあるから、だからなんかね、いろいろあるけど結局なんかそうやってちょっとやっぱ外を見て刺激に触れる、刺激に触れて、だからまあ今もしね電車通学とかだったらちょっとチャリに変えるとか、あとまあチャリ通だったら今度逆に歩くとか、むしろ電車に変えてみるとか、なんかちょっと変わったことをやってちょっと自分の視点が変わってきたなってタイミングは多分その変化に触れてるから、その変化に触れた時に何かを見つけれたらいいなぐらいでいいと思う。まあでも見つかると思うよ、じゃあ変化っていう意味では、目標がない大学生のモーニングルーティーンっていうショート動画いっぱいあげよう。いいじゃんね。なんか今さ、俺すごいそのインスタとかで流れてくるのが、起業して年収何千万の大学生のモーニングルーティーンとか、年収500万の大学生のモーニングルーティーンみたいな、その若くて稼いでる人のモーニングルーティーンっていうのめっちゃ流れてくるんだけど、それ大体みんな3時とか4時に起きてるわけですごいもうバリバリ仕事して、今から大学行きますみたいなわーっていうのがあるんだけど、1日かモーニングルーティーンっていうより、なんかすごいね、こういやこれ無理でしょずっと続けるのみたいな、っていうすごいなっていう感情は湧くんだけど、逆説的になんかね、俺の好きな YouTuber で、なんだ40歳、月収25万、都内一人暮らしの1日みたいな、いや工場勤務の人の工場勤務の1日みたいな人がいて、めちゃくちゃ面白いわけ。ただただ朝起きて、早めに起きて自分の弁当を作って、ワンコを撫でて、仕事に行って帰ってきて、この一杯が僕の至福ですみたいな感じで、ビール飲んで、安い焼き鳥買って寝るみたいな一日なんだけど、でもその人めちゃくちゃ登録者数が多いわけ、でもそれってそう思ってる人が多分めちゃくちゃいるわけじゃん。そういう世の中に、だから自分だけじゃないんだっていう一個の安心感が得られるよね。そういうそっちのベクトルで、夢のない大学生の一日みたいなんで、朝起きてから一日を毎日 SNS で上げたら、多分めちゃくちゃ登録者数増えると思う。それもあるしね、動画編集スキル上がるしね。いいじゃん、そういうことやってみればいいじゃん。確かに、今の時代そうだね、外に出なくてもそういうことで見つかっちゃうからね。いろいろできますから、まあまあ可能性は見つけずとも、多分自然と多分穂尾さんに合うものは勝手に入ってくると思うな。面白いのなんかやってみればいいとりあえずなんかやれ。そう、なんかやればいい。やってください。ということで番組では皆さんからのお悩みも募集しております。小さなお悩みから大きなお悩みまで幅広く募集してますので、気負わず送ってみてください。皆さんからのお悩みお待ちしてます。スパイアのマサラカ。お送りしているのはスパイアで Just Like This 2025よりわだちです。今日はこの曲乗っかりながらエンディングです。はい。
なんか何エンディングでもさ、うんいつメール読まない今後ああいいんじゃない。なんか短めのさうん全部が全部やっぱ読めてるわけじゃないじゃん、そうね時間の関係で、だからなんかエンディング用になんかこううん短いメッセージを送りたい。まあでも読めなかったやつとかでもいいんじゃない。そうねこの時間内で読めなかったやつとか。それに加えて俺はそれに付随するものだわ。ステッカーやっぱ作ろう。メールに対してのメール対象。メール対象、メール対象やろ。お便り対象対象。お便り対象ね、それやろうってお思った。便り対象じゃあ健太書こうよ。俺無理だって。いやいけるよだって俺だって無理だって。じゃあ絵描く担当陽介じゃん。もう俺が書いたら大変なことになっちゃうから。いやそれがいい何が何か分かんないから。いやうん俺が書いた実況対象のステッカーも健太の腕何か何か分かってないいやでもこれはもう陽介さんにお願いするよ。まあまあまあうんまあまあ頑張って書いてみます、はいお願いしますはいということで、何点かお知らせもございます、はい新曲「キル・ザ・ノイズ」が今月からスタートのアニメ「勇者系に処す主題歌に決定しております、はいそしてライブ始めは、ツアー2025バディの振り替え公演です、1月17日土曜、仙台ビット、はい1月20日火曜ゼップ羽田チケット発売中です、お願いします。そして2月から全国ツアースタートします、福岡公演は4月5日日曜、福岡市民ホール大ホールです、はいよろしくお願いします。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。番組では皆さんからのメッセージまだまだお待ちしております。はい、メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm 福岡 .jp basaraka @fm 福岡 .jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。これ実況対象選んでいるんでね、はい皆さんぜひいっぱい実況してください。X でハッシュタグバサラカをつけてポストお願いします。そしてこの番組は YouTube や音声配信サービス Spotify やラジコでポッドキャストも公開中です。再編集版の番組本編や番組収録前のアイドリングトークなども配信してますし YouTube の方では字幕付き多言語翻訳も対応してますので世界中のお友達にどんどんお勧めしてください。ということでこの時間のお相手はスパイボーカルヨスケとドラムの健太でした。それではまた来週。